こんにちは、りょういるギターです。今回は、俺流 OD3 セッティングやっていきます。OD3 です。定番中の定番。皆さん一度は弾いたことあるんじゃないですかと言いたいところなんですけれども、意外と、なんか BD2、そう、ブルースドライバーね、と、SD1、スーパーオーバードライブの影に隠れているような印象があります。OD3 使ってるとか大好きっていう声あんま聞かないんですよね。なんでだろう。なんでだろうって言いながら答えは分かってるんです。答えは個性がないから。個性がないのが個性だと自分は思ってるんです。BD2 とかだと結構ギラッとした、サウンドが特徴ですし、SD1 だと結構上品な歪みの幅が結構マイルドだったりとかして、あれはかなり品がいいドライブですし、じゃあ OD3 はっていうと、あんまりね、なんかね、特色ないんですよね。特色ないのがいいんです。すっごくこう自然な仕上がり方をしてくれるのが、この OD3 なんじゃないかなって思ってるんですよ。本当にね、ギラッともしてないし、いわゆる TS 系みたいにこう粘っこい感じもあんまないという、言ってみりゃ本当にこれこそアンプライクなペダルなんじゃねえかなって思ってるんです。で、そんな、OD3 をですね、今回、オーバードライブのセッティングって結構奥が深くて、なかなかどうなんだ、みたいな風に思ってる方もいるんじゃないかと思って、いつもバンドで使うようなセッティングを今回動画にしてみました。で、今回使うギターが、フェンジャパのストラトです。ね、もうなんか、いいでしょこの組み合わせ。フェンジャパのストラトと OD3。ギター始めましたみたいな、こう、組み合わせでたまらんのですわ。このセッティングでやっていこうと思います。早速弾いていくんですけれども、やっぱりね、音作りっていうのは、まずは、アンプです。アンプの音をちゃんと作ってから、ペダル乗せてこうねっていうのが、もう大前提です。もう皆さんご存知でしょうね。アンプの音をきちんと作っていかないといい歪みも乗らないよっていうのが常識。もう言い切っちゃう。なので、こんな感じでセッティングしてます。マーシャルのバルブステイト8080です。こいつのクリーンチャンネルなんですけれども、やっぱり、って思うのが、ベースがマックスなのと、ミドルがもう結構上げ気味。これはもう自分的に明確な狙いがあって、ストラト使う場合っていうのはどうしてもちょっと細くなりがちだっていう点を補いたい。だからマックス。そして、ミドルが上げ気味なのはやっぱりバンドアンサンブルで考えたときに、やっぱり中音域って弦楽器にとってかなり重要な、部分だと思ってるんです。そこをやっぱり主張することで、バンドの音にも埋もれないっていうところを素人なりに狙った結果、これぐらいのミドルになってます。はっきり言ってね、ミドル減らした方が、弾いてる方としては気持ちがいいんですけど、気持ちいいだけじゃダメなのよ、というところで、ミドルこれぐらいのセッティングにしてます。ではね、早速クリーン弾いていきます。こんな感じの音です。中音域上げてるので、結構パキッとした、張りのある音ですし、ベースもほぼフルなので、重々しいというか、存在感あるサウンド。これをベースにペダルをオンにしていきましょう。で、やっぱり自分がバンドでこう、オーバードライブ使うときっていうのは、ディストーションが別であるんで、やっぱり結構ローゲイン気味で作ってます。なので、今回の OD3 も、割かしローゲインの音作りというところで、着地点に持っていきたいと思います。では、オン。これでも結構歪んでるよなーっていう風に思うので、もうちょっと下げます。ピッチングニュアンスも
うまく拾ってくれる。強く弾けば歪むし、弱く弾けばちょっとクリーンっぽい。これぐらいの感じで、セッティングしてます。ただこれ、今、ピックアップリアなんですよね、リア。見えるかな？で、リアをストラトで使う人って、実はそんなに多くないって聞いたことがあるんですよ。やっぱりセンターとかフロントで使いたいっていう人が結構いるということで、まあ、センター、フロント自分が使うんだったらどうかなって思って今から音作ります。今センターなんですけど、やっぱりちょっとこもりますよね。なので、トーンをもう上げちゃいます。結構。OD3 トーン上げるとボリュームめっちゃ上がるんで、ちょっとレベル下げます。これはこれでいいんだけど、もうちょいなんか足りねえよな。上げる。ストラトらしいサウンドが聞こえてきませんかね。じゃあフロント。フロントもまあ同じ感じでいいんじゃないかな。ストラトの教科書のようなサウンドです。で、これをリアにするとやっぱね、きついんだわ。で、リアだから、トーンのね、機構もないので、ストラトには、ボリューム絞ってもちょっとね、なので、リアを使う人は、やっぱり、トーンはだいぶ絞らんといかんわけですね。自分がバンドで使う場合は、おそらくこのあたりのセッティングになります。トーンはだいたい11時ぐらいで、ドライブも10時、11時ぐらい。これが、リョイルギターおすすめの OD3 セッティングになります。さあ、いかがだったでしょうか？少しは参考になる部分あったらいいなーって思います。オーバードライブって結構ね、いろんなタイプのものがあるので、例えばこういう OD 系、TS 系、チューブスクリーマーみたいなやつと、あと使うギター、使うアンプで様々だと思うんで、まあね、好みのサウンドも千差万別ですし、いろいろあると思うんですが、あえて両入りギターはこんなセッティングでバンドをやる場合は、音出してるぞ、というところで何か参考になればいいなと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。